よいしょ。よし。自宅でサウナ、めちゃくちゃ憧れませんか？僕もですね、もう5、6年サウナにハマってそのくらいにはなるんですけど、やっぱりいいところに行くたびに、これが家でもできたらな、みたいなことを思ったりするんですよね。で、自宅サウナって、それこそ最近は、自宅にね、本当にリノベーションみたいな形で家を買って、で、その新しくするときにもうサウナを入れてしまうっていう方も、ちらほら見かけはするんですよね。インスタグラムとかでもたまに見たりはするんですけど、そういうのを見るたびに、うわ、これめちゃくちゃいいじゃんと思って、実際に金額感とか調べて、うわ、数百万円するみたいなことも結構あるんですよね。軽々と現実を叩きつけられる感覚があったんですが、それをもしかしたらクリアできる、まさに夢のマイホームサウナが実現するかもということで、メーカーの知り合いの方にちょっと勧めてもらって、こんなのどうですかということで今回導入をしてみたいと思います。トイサウナというサウナです。もしかしたら広告とかで見たことある人もいるかもしれないんですが、リビングで気軽に楽しめるサウナということで、もう本当に大規模な工事とかは全く必要なく、自宅でサウナを楽しめる製品ということなんですね。これポイントの一つがお値段なんですよね。30万円ほどとなっています。もちろんね、全然安くはないんですけど、とはいえ、通常のサウナ導入にしては、はるかに良心的というかね、期待感が持てるような金額ですよね。実際に、この価格なら導入できるよねっていうその値段から決めて開発が進んでいったということなので、自宅サウナを夢見ている皆さんの一つのね、有力な選択肢になるんじゃないかなと思っています。で、今回はですね、ギフティングという形でご提供をいただきました。段ボールの量がすごいですよね。工事不要という話の通りで、本当に自分で組み立てるような形式になっています。で、メーカー曰く、もう全然30分くらいで、普通に組み立てられるよということなので、実際にトライしながらね、使い始めてみようと思います。さあ、じゃあ、組み立てましょう。いや、にしてもこの段ボールの量はすごいですね。届いたら早めに、もうできればその日のうちに組み立てた方がいいかもしれないですね。開けるとこんな感じですね。いや、結構なんかそんなにパーツ数は多くない気がします。一面にね並べるとこんな感じになるっぽいですね。こういう絵を撮ろうと思ったんですけど、そんなスペースはありませんでしたちょっとねこっち側ちょっとこっちの奥には恐怖を感じるんですが、これは置いといて、じゃあ組み立てていきましょうか。邪魔やな。こんな感じでですね、組み立てにあたってはこの組み立てキットみたいなものが同梱しています。例えばトイサウナ軍手、かわいいですね。赤もある。これはなんだ、おそらく湿度計かな。温湿度計ですね。よし、じゃあ組み立てていきましょう。組み立てに際してはですね、こんな感じの組み立ての説明書もあってですね、これ中に箇条書きというか、順番に書いてはあるんですけど、パーツを一気に全部バーッと見せたくて並べてしまったんですが、本来はここに開封の順番もちゃんとこの説明書に沿った方が分かりやすいと思います。ちょっとここは気をつけてください。ちょっと文字だけだとイメージしづらいという方は動画もありますので、ぜひそちらも、これですね、トイサウナ組み立て動画。よし、組み立てよう。実際にこれ差し込んでいって組み立てていく、パーツになっていますし、開封すると分かるんですけど、火の香りとかがすごく優しくていい香りがします。まずは土台からですね。これで本当に差し込んでいくだけですね。トイサウナの本当にトイの部分、もうがっちりしました。これでせっかくもらった軍手をし忘れていた。
あ、はまったはまった。ここが床になるんですね。この向きによってストーブの位置が変わると。多分ここに来るかな。ここにストーブが来るので、こうだ。いや、ここに座るようなことになるわけですね。いや、めちゃくちゃ楽だな。本当にね、こういう家具系の組み立てってネジ打つだけでもう一日の大半の気力を持ってかれたりするんですけど、簡単ですね。すごい。このままあとは多分外側っていうんですかをつけていく過程になりますかね。こうか。あ、オッケーオッケー。この刺したなんて言うんだろう、出っ張り凹凸みたいなものには留め具を一つ一つつけていってしっかりと固定するというような形です。これをこんな感じ。ガジェットがお好きなら馴染みのある方もいらっしゃるかもしれない LED テープですね。中の間接照明的に使うものをこのタイミングで貼り付けます。なんかレールみたいのがあるんで、ここにこの紐はここから通してまた後ほど電源につなぎます。これですね。よいしょ。ようやくストーブの出番になります。ここで初めてネジが必要になるようです。でちょっとドライバーも必要らしいので、そこは自前でご用意ください。ひっくり返してここについてるんですね。これを外す形ですね。ネジ使うとはいえこれ全然楽ですね。よし OK。 がっちり固定されましたね。ストーブの質感がめちゃくちゃかっこいいですねこれ。よし。でよいしょ。よしよし、2面作れた。おお、いやこの組み上がってく感じが楽しいっすね。わあ、いいね。はまった。終盤なんじゃないか。そしたら最後はこのドアですね。ここに窓を設置していきます。多分これ今のタイミングでどっち向きにしたいかを決めなきゃいけないですよね。多分こっちだな。よいしょ。もうほんとネジ締めは手慣れたもんですわ。入ったんじゃない？入らねえ。あー前後逆だ。あー最悪、ミスった。お、はまった。オーケーオーケー。あとはハンドルをつけます。OK。OK。こう。おお。ああ。いやー、ついに組み立てが終わりました。一人だったのと、あと撮影をしながらだったので、それで組み立てがだいたい50分くらい、45分ぐらいですね、かかりました。いやー、にしてもいいですよ、これ。すごく良い。まさにリビングにも置けるサウナということで、本当にリビングの一角にこれを置いています。大きさで言うと本当に、このくらい180センチ。横に冷蔵庫があって、さすがに冷蔵庫よりは一二回りぐらい大きいぐらいかな。着替えました。
ということでちょっとね温度を上げていこうと思うんですが、1個ちょっと説明というかね解説をし忘れておりました。この板はですねこんな感じで机にすることができます。サウナとして使わない時にここをちょっとこもり部屋として使うのもありですね。実際にいいですね。いいですね。前がこう透明窓になって抜けているので、おこもり感はありつつ圧迫感はない感じがとてもちょうどいい気がする、作業部屋として。こういう使い方もちょっと試したいですね。ちなみにトイサウナにはこのサウナストーンがついています。これはですね、なんと富士山麓で採れた国産の溶岩石ということで、ちゃんとしたやつですね。河原で使った石とか使わないでください。初回は一回ちょっとちゃんと洗ってで乾かして使います。加熱してみましょう。連続運転、これか。チコチコ言い始めた。10分ぐらいかな。おお、もうあったかい。まだ温湿計上だと30度ぐらいですけど、全然もうサウナ感ありますね。一応加熱から1時間から1時間半程度って書いてあるわ。で、ストーンに熱が伝わりますということなんで、もう少し待ってみようかな。さて、約1時間が経ち、もう本体の箱も触るとちゃんとこう熱されてる感じがあります。部屋の中もちょっと暖かくなりました。一応ここ下にタオルとかを敷いてとのことなんで。うわめっちゃサウナだ。ではちょっと入っていきます。すごい熱っ。いやちゃんとサウナだ。もうだいぶ汗をかいてきました。5分経ってないよな。もう十分熱。もうめっちゃ汗かいてますね。今気づいたけど、スピーカーとかをね、持ち込んで好きな音楽流すのも良さそう。10分ぐらいが経ちました。下の方、足元はちょっと冷たい。温まりにくいので、こうやって、せっかく一人サウナなんでね、体育座りみたいな方が全身温まる。汗だくなのが伝わりますかね。いやばいこれ。水風呂。シャワー。その施設系のサウナが100点で、そういうテントサウナとか、なんかこうちょっと個室サウナみたいなのを7580点ぐらいするなら、これは完全に92、3はいくかな。ちゃんと暑いしちゃんと気持ちいい。もう暗いんで1セットで終わらせようと思ったんですけど、2セット目やろうかな。通りを試してみたくなったんでやってみるか。うわー、ちゃんとじょうろみたいなの使いましょう。うわー、入る。よしょ。いやすごいなこれ。なんだこれ。いやーすごいなこれ。トイサウナっていう名前で完全に見くびってしまっていた。プロサウナだわこれは。
わあ、いや最高ですね。組み立てて初めて使ってから1週間ほど経ちまして、いやいいですねこれは。朝サウナとしてこう1日のスイッチを入れるために使うのもおすすめみたいなところもいただいたので、そこはすごく実際試してみるとやっぱりいいですね。ちょっと時間に余裕のある日が、中心にはなるかな。なのでお休み土日の日とかになるんかなと、家の中で入れるのはかなり体験が変わるんじゃないかなと思います。1週間使ってみて改めて感じた、トイサウナのメリットに関しては、1つ目は思い立ったらもうその気分のままにサウナに入ることができるという点で、2つ目がサウナとしてのクオリティの高さ。これは多分入りながら話したと思いますが、簡易サウナではないもう本格的なサウナ体験ができるように感じます。で3つ目がカスタマイズ性の高さです。例えばこれ木材なので外に色を塗ったりするのも自由です。あとはおすすめいただいたんですけど、ロウリュの水にほうじ茶を使ってほうじ茶ロウリュをしてみたりだとか、ちょっとねカスタマイズをして自分なりにこのサウナをアップグレードできるっていうところがまた個人用サウナの魅力なんだなというふうに改めて感じました。で使っていく中でですね、この辺どうなんだろうっていうちょっと疑問みたいなところも浮かんだので、メーカーの方にいろいろと聞いてみました。一つ目が家事についてです。シンプルにめちゃくちゃ熱くなる点とかで、家事大丈夫なのっていう話なんですけど、一応製品としては電気ストーブ式のサウナです。ストーブの内部のセンサーで温度が95度以上になると自動で電源がオフになるようになっています。タイマーもカチ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 っとまるでトースターかのように設計されるんですよ。一応連続稼働みたいなモードはあるんですけど、基本的にはタイマーで使うことになるので、消し忘れはほとんどないようになっています。というかそういうふうに使うのが推奨されています。2つ目、賃貸なんですが大家さんに許可を取る必要があるのかということについては基本的には不要です。というのもこのサウナが 100V1500W のいわゆる一般的な家電の部類に入るような出力の道具なんですよね。そもそも工事がいらない上にエアコンとか電子レンジと一応同じ類の製品とはなっています。もちろん契約内容が個別に違ったりだとか、あとはちょっと不安という方は大家さんにね問い合わせたりしてもいいかもしれないんですが、基本的には問題ないということですね。続いてメンテナンスについてなんですが、とにかくこれは、このサウナの中に溜まってしまった水分をちゃんと乾かす、拭き取るということにつきます。自分の汗とか、あとロールで残った水とかをちゃんと拭き上げることで、中の空気をちゃんと出して乾かしてあげること。あくまでやっぱ中は木材なので、多分これ放置しておくとカビとかにつながったりするんじゃないかなと思います。なので使ってるうちもああいうタオルを敷いて、で終わったらちゃんと扉を開けて換気して、で中を拭き上げる。たまに使う頻度に応じて何回かに1回ストーブ周辺をちょっとねホコリを取ってあげたり、サウナ全体のホコリを取ったりっていうような掃除もしてあげれば完璧かなというところです。で延長コードが使えるのかという点、これってそのサウナを置ける場所多分部屋の中で限られると思うんですよ。ただいいところにコンセントがないとおそらく延長ケーブルを使わないとどうしても設置できない、稼働できないということになると思います。先ほど話した通り 1500W の比較的高出力の家電というような扱いなので、できれば壁のコンセントに直差しがいいんですが、どうしても物理的に難しい場合には 1500W にきちんと対応した延長コードを使うことで一応使用はできるとのことです。あとはコードを束ねないとか、アース接続できればするとか大事ですね。でタコ足配線、複数にまたがるような配線はやめてくださいとのことでした。でちょっと気になった点みたいなところをいくつか話すとすれば、一つはやっぱ大きいってことですねこれはしょうがない。90cm×90cm×180cmぐらいのサイズ感で、
僕も当初イメージしてた分はこんな感じかなっていうのをよりも一回りぐらい大きかったです。冷蔵庫より少し大きいくらいかなと思ったらもう12段階ぐらい大きかったかな。そこら辺はスペースは必要かもしれないです。あと部屋の中の面積を占有するので家族の理解がないと導入してから痛い目にあったりもするかもしれません。はい。その辺はちゃんとねコミュニケーションをとっておきましょうね。あともう一つは電源をオンにしてからしっかりこう本格的に温まるまではだいたい1時間以上はかかるということですね。さっきみたいに朝入るんであればちょっと朝もう起きてすぐ電源つけてで軽く家事とか仕事とかしてじゃあ入ろうかみたいなそういうこうリズムというかテンポになるのでサウナに入る時間をゆとりを持って確保する必要はあるかもしれません。温度が温まりきる前から中に入ってサウナと一緒に体温を上げていくみたいなのもすごくいい使い方だし、なんなら個人用のサウナならではの使い方だと思うので、特に暑すぎるのが苦手とかそういった方は結構そういう使い方もおすすめかもしれません。ということで、サウナを導入してみましたというお話でした。トイサウナ直近までちょっと在庫が切れていたんですがまた復活いたしまして、購入できるようになっております。細かい点とかはぜひぜひホームページの方をチェックしてみてください。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているのでぜひ合わせてチェックしてみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。今日はこの辺で。以上なごみ家でした。では。いやー気持ちよかった。